YouTube をご覧の皆さん、ポッドキャストをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。8月13日火曜日、お盆休み真っ盛り。昨日に引き続き快晴が続く変わり場です。猛暑が続いた今年の夏ですが、毎年お盆が過ぎると一気に気温が下がりますよね。今年も気温が下がるといいですね。すくすくと成長中の八作ちゃん、義彦のたまたまもね、こうなるかと思ったんですけどね。まさか義彦が女の子だったとはね。金柑の葉っぱもニョキニョキと成長中です。一旦このネットを取り外してがっつりとね、金柑周りの雑草を駆除したいですね。でもね、暑いからしないんですけどね。綺麗な蝶々を発見。羽の柄が美しいですね。この辺ではあんまり見ない蝶々ですけど、なんていう名前の蝶々なんでしょうね。この黄色い花、なんていう名前なのかは去年調べた気がしますけど忘れました。これね、すごいいい香りがするんですけど、すごいアリがたかるんですよね。ビワの葉っぱは天日干し中です。もうちょっとパリパリに乾いてくれたらね、ミルで粉砕して粉末にしてビア茶として飲もうと思います。ご機嫌ですね、チョロコさん。Chigulano Nakawa Saikoni. チョロコさんの聖域だもんね。Choto hate Konedeo. 魅惑のボディですね。Atashit Sumana Ona. Kona Porsted Sumananka Toy Jiakashila. うわーなんていけない子。Kumoiwa. 親島ヘビちゃん。Dalaga Hibiyanan. コンさんの尻尾も誘惑がいっぱい。 Kishoy no Aludi. ほら誘われてきた。Wino Shipod Asobanyamaya. Memut Asobukini Nalahenwa. Amadimo Fuluanchaka. Metio Mamato Nen Shitaiwa. 多分義彦ボロ雑巾みたいになるよ。だから母さんと一緒にねんねを。Wusainen. 本日も早朝コネコネ。本日のパン生地は米ぬか 20%、加水率 65% です。本日は何を作るかと言いますと、このパン生地を平たく伸ばして表面にオイルを塗って蛇腹風にね、シワシワな感じで生地を手繰り寄せて、そしてその中にひき肉あんを包んでオーブンで焼こうと思います。以前もね、何度かチャレンジしてて一度は成功したんですけど、生地をシワシワにして層のような形にして油を表面に塗ることでね、サクサクの食感を作れないかなということで、今回もまた海外の YouTuber さんの成形をパクリじゃなくてリスペクトした形でお送りしようと思います。窓辺発酵システムを試してみようかな。このチャンネルでは米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限をされている方のご参考になればと日々レシピを考えています。よろしければいいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。今回は珍しくじゃがいもの皮を剥きました。このじゃがいもは何を作るかというと、じゃがいもの冷製ポタージュを作ろうかなと思います。なるべく火を使わずにね、電子レンジなんかを利用してスープの類を作れないかといろいろと考えた結果ね、この方法に思い至りました。アイラップの中にじゃがいもを詰め込んで電子レンジで700ワットで10分ぐらい加熱しました。窓辺パン生地発酵システムが思いのほかね、機能してなかったのでアイリスオーヤマという文明の力を借りました。さすがに文明の力はすごいですね。まあまあ固めの生地もこんなにブワンブワンになってます。この生地をまとめて8等分にします。加水率 65% の生地なのでベタつきすぎずちょうどいい感じです。
米ぬかが 20% 入ってるのでうっすら茶色ですけど、オーブンで焼いてしまえば全然わからなくなります。弾力があってとてもいい生地です。日頃ベッタベタの生地ばっかり触ってるので、こういうちょうどいい水分量の生地を触るとちょっと楽しいですね。生地を8等分にしたら軽く丸めておきます。しっかりと発酵しているので触った感じもふわふわしています。この生地は綿棒を使って平たく伸ばすので、ベンチタイム前にこうやって少し生地を潰して平たくしておいてもいいかもしれません。手触りが気持ちいいので、これずーっと触ってたくなりますね。そんな楽しい丸め作業も8個分終わりました。じゃがいものレンチンが完了したようです。最後もちょっとだけむぎゅっと潰す。レンチンしたての熱々のじゃがいもをフードプロセッサーで潰していきます。熱々のじゃがいもは危険ですね。こちらも指先やけど不可避。それではコシが抜けるほどに簡単なじゃがいもの冷製ポタージュを作ります。豆乳とすりつぶしたじゃがいもをしっかりと混ぜ合わせます。この段階でこのじゃがいもの冷製ポタージュ 80% は完成したも同然です。味付けは合法パウダー。この段階で 90% 完成しました。これを冷蔵庫で冷やしたら 100% も完成です。今回は溶かしバターは入れませんでした。冷やしたら溶かしバターが固まりそうな気がしたのでね、今回はやめておきましたけど、常温でいただくなら溶かしバターを入れた方が美味しいと思います。パンの中に入れるひき肉あんを作ります。ネギは粗めにみじん切りにします。ネギ系アレルギー持ちババアは相変わらず目玉の裏がかゆいです。本当はしっかりとね、みじん切りをしたいんですけどね、あまりの目の痛さに途中で諦めてしまいます。ネギのみじん切りが終わったらひき肉を入れます。今日は合いびき肉を買う予定だったんですけどね、今回も鶏ひき肉が 20% 引きだったので割引につられて鶏ひき肉を買ってしまいました。合法パウダーとオイルを入れたらしっかりと混ぜます。生姜にんにくオイルを入れ忘れてました。ひき肉あんに粘りが出てきたら、こちらもざっくりと8等分にしておきます。レンチタイムが終了しました。それでは成形していきます。生地を綿棒で薄く伸ばします。伸ばしても伸ばしても戻ってきますけど、頑張って薄く伸ばします。伸ばした生地の上にオイルを塗ります。生地の端っこから蛇腹に折りたたんでいきます。折りたたんだ生地を半分に畳みます。畳んだ生地の上に鶏ひき肉のあんを丸めて乗せて生地でくるんでいきます。もう少し生地を薄く伸ばした方がいいんでしょうけどね、ちょっと時間が足りなかったので、この小スペースのまな板の上で作業をしています。なので生地も若干分厚めです。この成形を8個分作っていきます。今回は8等分にしたので一つ一つが大きめですけど、
小さいのをいくつも作っても可愛いかと思います。それでは30分ほど二次発酵。二次発酵が終わったら表面に卵を塗ります。卵を塗ると焼き上がりの色がとても美味しそうに見えるので、塗らないよりは塗った方がいいかも。卵で表面をテッカテカにしてやったらオーブンに入れましょう。灼熱のオーブンで焼かれてらっしゃい。250度の上下ヒーターで20分焼きました。途中上下段も入れ替えました。パンを焼いている間にウインナーのトッピングを作ります。ウインナーを細かく切ってちょっとカリカリになるぐらいに焼き目をつけます。卵焼き用のフライパンは重宝します。ちょっと何かを焼くのに便利なんですよね。このトッピング用のウインナーは冷製スープのトッピングと野菜ディップの中に入れようと思います。卵焼きフライパンに蓋があるととても便利です。さて、それでは野菜ディップを作ります。朝ごはん用に切っておいたキャベツの千切りときゅうりの千切り、そして人参の千切り。いつも野菜を切るときはめんどくさいのでこうやってまとめて切ってます。トマトも細かめに切りましょう。いつもカーリバの冷蔵庫の中には農家さん直売コーナーで買った野菜がぎっしりと入っているので、この手の野菜に事欠かなくていいですね。野菜をコールスローサラダ並みに細かくカットします。ディップの味付けはマヨネーズとケチャップベース。マヨネーズとケチャップ。そして醤油をたらりとレモン汁をたらり。そして砂糖少々と合法パウダー。合法パウダーは万能ですね。先ほどのウインナーの半分をこのディップの中に入れます。ゆで卵も入れちゃいましょう。ゆで卵は適当にざっくりとカットします。なんか豆腐を切るみたいにね、手のひらの上でざっくりとカットしてますけど、ぐしゃっと潰してしまってもいいかもしれないです。そうしたら生姜にんにくオイルを入れてしっかりと混ぜたら野菜ディップの完成です。パンにこのディップをつけながら食べます。これは絶対に美味しいです。ゆで卵が入るとね、なんかランクが上がりますよね。パンの上下段を入れ替えます。下の段のパンを上に上げてしっかりと焼き目がつくようにあと5分ほど追い焼きしました。冷蔵庫で冷やしていたじゃがいもの冷製ポタージュ、裏ごしをしてないのでね、ちょっとゴツゴツはしてますけど、オイルとかも入れてないのでね、ちょっとヘルシーなポタージュに仕上がったんじゃないかと思います。せっかくのヘルシーなポタージュの上にウインナーを乗せてカロリーを追加してやります。パセリを振ったら完成です。このガッシガシにクラッシュしているのはコーヒーゼリーを冷凍したものです。ゼリーというかイナーガーを使って固めたコーヒーゼリーを冷凍してます。この中に豆乳を入れて、その上に生クリームをのせます。最近お気に入りの私のスイーツです。
イナーガーの成分が血糖値の上昇を抑えてくれるみたいで、これを食べ始めてから血糖値のコントロールもしやすくなりました。完成しました新シワパン。じゃがいもの冷製ポタージュと野菜ディップ、イナーガーを添えて。それではいただきましょう。本日はゼロコーラでいただきます。殺風景だったので急遽野菜サラダも作りました。まずはその野菜サラダから。血糖値コントロール勢のババアは常にベジファーストです。パンの大きさが思いのほか大きくなってしまいました。アイリスオーヤマというね、文明の力で発酵させるとがっつりと発酵してくれますね。じゃがいもの冷製ポタージュがめっちゃ美味しいです。味付けは合法パウダーしか入れてないんですけどね。パンの中身はこんな感じ。今回は合いびき肉ではなく鶏ひき肉なので結構淡白な仕上がりになったんですが、この中にね、野菜ディップを乗せて食べるとめっちゃくちゃ美味しいです。ディップを少し濃い味にしてるので、淡白なこのパンの味にとてもぴったりでね、いくらでも食べられます。食感がサクサクかと言われたらそうでもなかったんですけど、これはこれで美味しいです。サクサク食感にならなかった原因はおそらく生地の厚さにあるんじゃないかと思います。原因は分かってるんだからね、頑張って薄く伸ばせっていう話ですけど、しんどいからね、つい途中で諦めちゃうんですよね。次回本気出す。この冷製スープはリピ決定です。ということで美味しかったです。さようなら。